はい、始まりました。始まりました。始まりましたよ。新企画です。ライフバイクチャート。今までどんな自転車に乗ってきて、どんなエピソードがあったのか、このグラフ上になってて、この下に書いてあるのが年齢で、この縦のグラフがその時の感情、テンションですね。ですね。いっぱい貼ってあるんですけど、多いね。多いですし、なんか恥ずかしいですね。自転車に全振りしてきた人生なんでそれはね、詳しく聞かせていただけたらと思いますんで、はい、じゃあ早速いいですか。はい、じゃあこれ僕15歳でスコットっていうブランドのスピードスターっていうロードバイクを買うところからこの表はスタートしてるんですけど、それより前に思い出したのが、いわゆるな子供が乗る自転車を経て、で中学校上がるか上がらないか、小学校5、6年生ぐらいになってくると、子供用自転車みたいなのがサイズ的にしんどくなってくるじゃないですか。そうね。っていうのと、中学生ってママチャリに憧れる、分かると思うんですけど、私はそうでしたよでなんですけど、その時になんかママチャリがやっぱどうしてもかっこいいと思えなくて、でトミーさんも前言ってましたけど、自転車ってやっぱ初めて自分が乗る乗り物なんです。そうね。だから車にやっぱそれを引っ張っていくと、なんかその次に行くのがママチャリっていうのが俺どうしても想像つかなくて、確か小学校5、6年生の時に青いパナソニックのクロスバイクを親にめちゃくちゃおねだりして買ってもらったんですよ。それをずっと乗るからってで、中学生の時はその青いクロスバイクみたいのに乗っていて、それでなんかちょっとサイクリングをしてみたいみたいな、その友達ん家行くだけじゃなくて、ってなった時に僕のおじとおばがロードバイクに乗っていて、今も持ってるんですけど、連れてってくれたんですよ、そのサイクリングに。なるほどね。でそれがやっぱもう強烈に楽しくて、恵まれた環境だね。そうなの、英才教育を受けて英才教育だ。で俺もこういう自転車が欲しいって言って、でもやっぱすぐには買えなかったので、中学生の最初の頃はそのクロスバイクを乗ってて、1年間お年玉とかお小遣いを自転車にフルベットして9万8000円のスコットスピードスターを15歳の時に中学2年生ですね、初めてゲットして、これは2011年の確か8月2日なんですけどこの納車日だけ俺やっぱ未だに覚えてるって、納車が平日で学校があって行けなかったんで、おばにそれこそ自転車取りに行ってもらい、おばの家に行ってもう震えましたね。やばいね。いわゆるロードバイクです、もう 25C、23C かな、その時は。この頃は23だろうね。 23C の完成車ロードバイク、急速の空がついてるもういいマジで宝物でしたね。それをゲットして、もうそっから人生が間違いなく狂ったんですけど、中学2年生のやっぱ8月にスピードスターから始まったんだね。名前もいいね。でそっからもう俺は受験勉強っていうことを一切しなくなりまして、高校に進学ですね、もうちょっと飛ばすんですけど、スピードスターを乗って、その時ヒルクライムも出てましたね、急速の空で。マジか。でトミーさんが、多分この時期にはあんまりかっこいいと思ってなかった僕は、ピタピタのジャージを着て、SL シューズを履いてヘルメットをかぶってサングラスをしてっていうのがめちゃくちゃかっこいいと思って、全然違うわ。真反対だと思うんですけど、すごいぜ。で俺はやっぱその専用っていうのがすごいかっこいいと思った。なるほどね。自転車に乗るためだけの靴みたいな。でペダルもスニーカーでは踏めないみたいな、でヘルメットもしてとかで、よしじゃあそういうのを揃えよう、でまず靴を買ったんですよ、でそこからこう上に行くんですけど、靴とヘルメットを買って、ジャージが、その当時かっこいいのがやっぱなくて、それは俺もすごく思いました。ちょっとこんなこと言ったら失礼ですけど、当時の感覚で言うとやっぱかっこいいジャージが全然なくて、でそれこそまたおじが、その時ラファって今では全然日本にもあるんですけど、まだイギリスにしか店舗がなくて、そのおじがイギリスからもう直でラファを買ってきてたんですよ。それがもうやっぱラファ異常にかっこよく見えて、確かにね。
何このジャージ新鮮だよね。めっちゃかっこいい。で何百ポンドとか、か、まあイギリス通貨でポンドの計算もよくわかんないし、まあ、とにかくめっちゃ高い、だけど俺はジャージを着るんだったらこれが着たいと思って、で高校2年生の時に留学を外国にさせてもらうんですけど、その行き先をどうするみたいな、一応留学会社の中で選べて、俺はラファロンドンに行きたいからイギリスにするって言ってイギリスに留学だいぶ来てますだいぶ来てます。そのぶっちゃけ今言うとそのラファの本店に行くためだけにイギリスに留学させてもらって、ラファで今でもそれもう着すぎて着れないんですよ、そのヨレヨレで。なるほどね。だけど絶対に捨てないで取ってあるんですけど、ラファのクラシックビブショーツとクラシックジャージっていうのと、あとクラシックジャケットっていうその3点セットを多分当時でそれでも10万以上、その3点で10万以上したと思うんですけど、買って無事留学のお小遣いを全て使い切りで帰国して17歳とかですね、帰国した翌週ぐらいにこのスコットのスピードスターが事故って廃車になります。あら、車にひかれてもう完全に乗れなくなって、そうなんだ。でもう泣きましたね。泣くよね、そこまで言ってたら。まあそれを組んでくれたのか、まだ17歳18歳とかでそんな経済力もないんで、この彼らっていう次のロードバイクになるんですけど、初めてカーボンのロードバイクを買わしてもらって、でここで僕はもう完全に自転車競技にはまって、もう学校終わったら毎日トレーニングをしに夜自転車に乗って、週末は100キロ以上乗るでヒルクライムに出てみたいな。で高校の部活もそれでやめて、もう自転車を生きがいとしてました。でここでちょっと転換期が訪れて、ちょっとやっぱロードバイクのトミーさんもあんまり得意じゃない、多分ロードバイク独特の速いやつが偉いみたいな、なんかその文化がちょっとってなって、なんかその速い自転車に乗ってる人、高い自転車に乗ってる人、速い人、悪いことじゃないんだけどね。なんですけど、なんかそれが全てみたいな。いやそうじゃなくないっていう、俺の自転車だってそんなにめちゃくちゃ高いわけでもないし、めちゃくちゃ速いわけでもないっていう人には、なんかあまり認められてもらえないのかなみたいな。まあね、自転車ってもうさっきも言ってたけど、初めて自分だけで自由に操れる乗り物だから、本当はねすごく自由な乗り物のはずだ、自由なはずなのに、なんかその競技の世界に入っちゃうとどうしても順位がつけられちゃうし、なんか疎外感というか孤独感みたいなのがあって、なるほど。でちょっと一回レースもちょっと競技にいいかなみたいな、なった時にでその時かな YouTube でダニー・マカスキってわかります？わかるよわかるよ、超かっこいいよね、とかを見てて、マウンテンバイクかっこいいな、ちょっとやっぱりやんちゃな人が多かったんですよね、マウンテンバイク乗ってる人って、でマウンテンバイク楽しいっぽいみたいな、なんつったらいいんだろうね、マウンテンバイクストリートであれまでもトライアルか、どっちかというとトライアルの要素が結構強いけど、マウンテンバイクで動きをストリートでやってる映像は結構当時トラックバイクの映像とかスケートの映像めっちゃ見てたけど、超新鮮だったし食らったね、食らいますよねあれ、見たことある人は全員影響されてると言ってもいいと思うんですけど、でコメンサルっていうブランドの、ハードテールのマウンテンバイクを買って、で結局これで大滝っていうレース出たりとかもしたんですけど、すごいな。 YouTube でやっぱこうマウンテンバイクの映像を見漁ってた時に、関連でレッドフックの動画出てきたんですよ、それが次のチネリビゴレリにつながるんですけど、なんか一見ロードバイクかなって最初思って、ジャージ着てヘルメットして、でやっぱここでもなんですけどジャージがみんなかっこよかったんですよ、確かにそれはそうチネリクロームのチームがあったりとか、そうだったかも。あとマッシュもオリジナルジャージ着てたり、あとなんかヨーロッパのビールの会社がスポンサーになってるジャージとか、なんかめっちゃかっこいいなみたいな、でクリテリウムなんだと思って、でよく見たらあれ
ギアついてなくね、ブレーキついてなくねってなって、何これめちゃくちゃ危ないじゃんと思って、でそこで固定ギアっていうのを初めてちゃんと認識するんです。あ、これ固定ギアだと思って、ピストだと思って、ピストでこんなレースあるんだと思って、で俺その時地元のチャリンコ屋でバイトしてたんで、店長っつってピストなんかいいのありますっつって、いやうちだったらチネリとかやってるよみたいな、バッて見たらめっちゃあるじゃんみたいな、今まで気づかなかったってこれ買いますってチネリのビゴレに、その時それこそチネリクロームっていうチームがあって、そのチームがビゴレに乗ってて、懐かしいな。僕はちゃんとしたピストバイク固定ギアはチネリビゴレリを買って、もうそっからなんですけど、俺いつもサンフランシスコ一緒に行く友達がいて、そいつに「俺これ買ったんだよ」っつって「これ固定ギアなんだぜ」どういうことってなって、ちょっと乗らしてよって言って、そいつその電柱に激突しちゃうんですよそういうスタートでこれやべえってなって、でそっからもう俺は一生固定ギアしか乗らないって言って、19歳やばくなっちゃってるもんね。そうなんですよ。で高校、これ多分18も引っかかってるんですけど、高校卒業したタイミング18、19で俺はもう一生固定ギアだけ乗って生きていくって決めて、めちゃくちゃいろんな固定ギアの自転車を買うんですけど、でこの間にやっぱり多分マッシュ2015があって、そうだね、チネリビゴレに乗って新宿まで行って、シアターでマッシュの映像を見て、でその一緒に行ってた友達と、やばいって、ただあんなとこ走ってたら俺らだってこれぐらいできるって言って、あれは場所がずるい、もう行くしかねえって言って多分俺の記憶だと次の週末に地元の HIS 行って2人でチケットだけ取って、すごい勢いだねで初めてサンフランシスコに行ったのもこの辺19ぐらい、俺がそうですね、高校の卒業旅行でサンフランシスコ行こうって本当にチケットだけ取って、最初空港で寝て、で無事このビゴレリをアメリカに盗まれるんですよでその時に僕の友達がサンフランシスコに住んでて、後にその自転車に乗ってるやつを見かけるっていうミラクルが起きる。てっちゃんの自転車見たわって言ってちょっと怖すぎるメキシカンが乗っててさすがに声かけられなかったって言われていやもうしょうがないですって言って、でビゴレリが盗まれて、で日本に帰ってきて、そこから競輪ブームが、その後なんですよね、僕が競輪にはまったのは。で競輪3台を経て、でマッシュがあり、そこからパララックスを買い、ここ似てるというかもう同じだね、でパララックス買ったタイミングでボルト欲しいって思ったんですよ、ヒストグラム、だからそのロープロにもつながるんですけど、パシュートかっけーって絶対なるじゃないですか。絶対なる。パシュートかっけーってなって、ボルトかヒストグラムが欲しいって思った時にはもうやっぱそれを売り切れてて、でただもうマッシュが欲しいっていう、もう欲望に駆られてたので、逆に言うと SSCX 在庫があったんですよ。これその時言ったの結構すごいね、変なやつだね普通に、これなんだと思って V ブレーキなんだみたいな、カンチカ V だってなって、いやじゃあもうとりあえずマッシュ欲しいしこれ買いますってそれを買って、ただそのパシュートの欲が抑えきれず、ロープロも買うみたいなこの時は僕地元の自転車屋と、当時これブルーラグバイト時代ですけど、自転車屋2軒バイト掛け持ちしてたので、ある程度学生にしてはお金があって、でシングルのバイクなんでフレームさえ買ってしまえば、パーツはいくらでも特価引っかえできたんで、もう毎日のようにブルーラグ幡ヶ谷店か地元の自転車屋で夜自分の自転車をいじるみたいな。そうだった。この時も知り合ってるっていうか、もうお互い認識をしてる。認識してるし、多分ロープロの頃も一緒に働いてたかも。そうですね。撮影もしましたね。夏ノーギアノープログレム、そうそうそう。でただ SSCX は正直やっぱ僕にもまだ早くて、なんかどう組めばかっこいいのかが分かんなかったんですよ。なんであんまり SSCX は
登場機会は正直少なかったかもしれないですね。でロープロ乗っててたのが19歳で、20歳からブルーラグの社員になったので、翌年谷さんのオレンジ色のファットチャンスあるじゃないですか。僕が上馬店に配属することになって、谷さんの組むバイクってやっぱ行かれてて、でやっぱ最初に影響を受けたのがファットチャンスだったんですよ。マウンテンバイクのフレームで、こういうプロムナードバーついてて、こういう自転車の組み方あるんだって思って、俺は19歳の時に一生固定ギアしか乗らないって決めたんですけど、あっさりくら替えして早いですね。ストラグラーを組もうって言って、でそこからやっぱギア付きやっぱ楽しいなと思って、でちなみにこのストラグラーは最初コメンサルっていうマウンテンバイクのパーツを結構、だから結構 XT の缶組ホイールスパルタンな感じだったんだね。結構もう早熟ですね。だってもう21でそこまでいっちゃってるんだもんね。でストラグラーを組んでやっぱギア付き楽しいなって、でそのタイミングでダンカンさんがハンターの CX に乗せ替えて余ってたフェアウェザー CX のフレームを譲るから乗ってみなよって言って、で 700C ドロップハンドルのいわゆるシクロクロスバイクに初めてちゃんと乗って、何これめっちゃ楽しいっていう時期、プラス多分トミーさんの時期とも若干被るんですけど、キッシーナがこうふつふつなんか、実はこれめっちゃすごいフレームみたいってなって、乗ってみたいと思って、またアルミのトラックバイクに一回手を出すっていう時期がありますね。それが多分本当ブルーラグ1年目2年目くらい。そうだね。多分僕がキッシーナ乗り始めた後だったかそうかもね。それでその翌年です。で、ストラグラーフェアウェザー CX があって、キャンプしたり、草レースみたいなの出たりした時に、翌年龍天さんとストックフレームを作って、ここで俺のロードバイク熱が再熱するとか、久々にやっぱロード乗ってみるかって言って、一緒に撮影行ったもんね。行きました。龍天行きましたね。懐かしい。僕のいわゆる初めてのハンドメイドのバイクが龍天さんのロードバイクで、それも俺も今でもこれは持ってます。そうなんだ。初なんだ。それがハンドメイド初です。これ人が作ってるチャリやばいなみたいなって、この年が結構僕の変革の年かもしれないですね。今までそんなに気にしてなかったそのブランドのバックボーンとかっていうのをやっぱ意識するようになって、それは確実に龍天さんのおかげで、その年にリベンデルのフランク・ジョーンズっていうシングルのフレームが入荷してきて、コンセプトもそうだったんですけど、いわゆるピストから乗せ替えられますよっていうモデルだったんで、あまりに余ったトラックバイクパーツたちを盛り込んで、ここで初めてのリベンデルを買います。フランク・ジョーンズもちょっとマッシュのワークとかスチールとか SSCX とはちょっと全く違った方面で結構変なトラックフレームっていうか、そうですね、シングのフレームだったよね。でここでリベンデルと出会い、なんだこの世界観と思って、グラントさんグリップめちゃくちゃ汚いけどなんかこれはこれでいいんかみたいな、なんかその自分の自転車の美意識みたいなのを結構ぶっ壊されたタイミングで、この人が一番自由なんじゃないかみたいな。それこそこの辺りで思った、その枠みたいなのを、この人は一番持ってない人かもしれない、確かに、ここからリベンデルが大好きになります。なるほど。でその年クラストも初めて入ってくるってクラスト乗ってたね、そういえば。最初ロマンサーとライトニングボルトが入荷してきて、やっぱクラスト最初超変なブランドだった。超変なブランドだったね。なんかちょっともう大丈夫っすってなったもん、最初は。そうなんですよ。なんか結構パンチがありすぎて、手が出にくかったんですけど、ライトニングボルト最初のやつは、グリーンのキャンディーみたいなのローカラーフィレット溶接のフィレット溶接で、なんかランドナーっぽいけどディスクブレーキで
スルアクスルって何みたいな正直当時22歳の僕はスルアクスルって言ったらもうやっぱマウンテンバイクのサスペンションしか見たことなかったので、そうだよね、前後スルしかもこれってサイズあんのみたいな、本当にそんなところから始まって。確かに自転車の近代史でいうと結構この辺過渡期だからね。そうなんですよね。ここまではクイックリリースだったんですよ、クイックリリース、ディスクブレーキでフロント100リア130オア135ので、本当にマウンテンバイクサスペンション以外にも、スルアクスルっていうのが出始めたぐらい本当過渡期で、ライトニングボルトで僕はそれを初めて食らって、ハブがわからないってなってないってなって、クラストって面白いな、なんかしかもライトニングボルトもロマンさんも、シグネチャーフレーム、で誰かのシグネチャーみたいな文化って、それこそスケボーとか、BMX 以外にあるんだって思ってたあたりですね。でマッシュスチール、これもその年に多分初めて、マッシュオリジナルブランドとして入ってきて、で僕はマッシュ知ったのが結構後だったんですよ。そのビゴレリを買って、レッドフックにはまって、でその後マッシュを知ったって順番だったんで、でマッシュチネリから離れたけど自分たちでフレーム出すんだってなって、一緒に撮影行ったじゃないですか。一緒に行ったね。カブトムシ行ってね。カブトムシで、あの時にトミーさん覚えてるか分かんないですけど、俺が展示車として1台組んだんですよね、このスチールを。そうだったかも。てっちゃんこれもう買うっしょみたいなそうだわ。で言われて、実はもう昨日買いましたって言ってうわマジかよみたいなっていう、本当にだからこの時に SSCX が被ってればある程度組み方分かったというか理解深められたろうなって思うんですけど、やっぱマッシュ SSCX が出た時ってマイクの先見の明がありすぎて、あの時誰もちゃんと組めないみたいな、遠くにボール投げすぎみたいなってなっちゃったみたいな。そうなんです。それかと思ってスチールでやっとなんかこういうのが正解なのかみたいな、で本当にシングルスピード、固定ギアで V ブレーキついてるだけで結構、これはって感じだったじゃないですか。タイヤも太いのが入るみたいな、そういうのがすごいマッシュが作ったカルチャーだと僕は思ってるんですけど、最初かっこいいのかどうか、これって分かんなかったかっこいいのかみたいな。 AC1 はいわゆるアルミのトラックバイクで、スチールってこれ大丈夫かみたいな、正直最初そんな感じだったじゃないですか。ワークの時点でそうで、そっから、ね、ワークでいろんな組み方とかが見れたから、スチール出た時は結構理解できてたけど、ね、ゆうちゃんの場合はこの辺で他のバイクの理解を深めたからよりしっくりきたんだよね。そうですね。それがその出会いで、この時確か僕サイズのフレームがすごい少なくて、お客さん優先だったんで僕、ある程度大きいのは分かってたんですけど、1個サイズ上のやつを買ってたんですよ。それがやっぱしんどくなって、結局このスチールは今ダンカーさんが乗ってるんですけど、でその後にギークハウスを、マットビルをそれこそ松本さんのお下がりの US ハンドメイドをここで手に入れるんですけど、ついにやっぱこのギークハウスが欲しくなったのはフェアウェザー CX に乗って、CX バイクって楽しいなっていうのと、龍天さんを経てやっぱ人が作ったのが分かるバイクってやばいなっていうのがあって、松本さんにあれ乗ってないんだったら譲ってくださいでギークハウスを譲って、これもいまだに乗ってますね。一緒にサンフランシスコにも行ったし、固定ギアにもしたし、結構これこねくり回してるね。こねくり回して今でもこれは大切な一台で、その翌年ですね、多分23歳とかでフランク・ジョーンズが、シングルギアだったっていうのもあって、でホイールもトラックバイクの世界で 700C だったんですよ。それがちょっとなんだろうな、もっとリベンデルしたリベンデルを乗りたくなって、ジョーアパがその時すごくいっぱい入ってきて水色のジョーアパをちょっと頑張ってみんなに知ってもらいたいよねみたいな時期だったんで、じゃあ乗らせてくださいって言ってジョーアパを乗り始めて、
これはそれこそさっきのっていうかトミーさんがパララックスがすごく自分にとって大事な一台だからこそ譲ったっていうのもあると思うみたいな話をしてくれたんですけど、これ今タクマが乗ってて、でやっぱこのジョーアパ乗り始めたのが結構僕はでかくて、最初意外だなと思ったもんな、やっぱグラントさんリベンデルが好きっていうかやっぱグラントさんが好きなんで、この人イカれてやがるってなんでハンドルにマジックでドットの絵描くんだよとかなんかもうそのカーペットの裏側みたいなやつついてる時あるもんねグリップなんかワシャワシャだけどとかなんかそういうのにしがみつきたくて必死に、なんかなるほどね、この人がやってることをなんとか理解して、なんか咀嚼したいなみたいなのを必死にジョーアパでいろいろやってましたね、チャーシュー巻きとか、もうその時も、谷さんがこんなのがあるんだよって言って、でしかも上ちゃんこれうますぎるねみたいな、なんかもっと下手くそじゃなきゃダメだよどういうことだよもっと汚くなきゃダメみたいな、なんか丁寧にやっちゃダメなんだよなるほどねみたいな、みたいな何がかっこいいんだみたいなのがやっぱいまだに俺は理解は多分完全には及べない、そうだねと思うんですけど、そういうリベンデルを深掘りする終わりのないいやそうだよね、探求なんか気になりすぎるもんね、ちなみに松本さんにリベンデル封じられてるからお前ダメだよって言われてるから、ね、全然なかなか乗れないんですけど、で30代になったからこのチラッとリベンデルダメだよってまだダメなんかいっつってまだその世界教えてくんないんかいって。いやでも本当に終わりがないからでなんかペダルにタイラップ巻いてみたりなんかブルックスのサドルに穴開けてタイラップで固定してみたりとか、ね、なんかもうそういうのがいちいち楽しくて、なんか例えば工具握ってハンドル変えるのももちろんですけど、タイラップ1個巻くだけで、なんか一気に自分の自転車になるというか、DIY がそれこそハンドルに絵描くとか、ペダルにキー挟むとかちょっとはって感じがしてるんですけどなんかこの人めっちゃ自由だなってやっぱ今でも、でそんなリベンデルの世界、自転車の楽しい組み方の世界を僕に教えてくれたのがジョーアパで、結構食らったバイクだったんだね。俺がそうですね、一番食らったと言ってもいいかもしれないのがジョーアパで、もちろんキャンプだったり、これでスイフトキャンプアウトでシアトルにも行ったりして、すごい思い出の深いバイクなんですけど、後に登場する今僕が乗ってる別のリベンデルに乗せ替えようと思った時に、これは正直持っとこうかなって思ったんですけど、でも大事だったからこそきちんと乗ってくれる後輩に譲ろうかなと思って今は手放しちゃいましたね。そのジョーアパも今となってはややこしい後輩が乗ってるからね。ややこしいから。タクマ楽しみだぜあいつは。ね、タクマのジョーアパかっこいいから。かっこいい。なんか嬉しいなと。これ俺の自転車だったんだよって。で次はここからやっぱ流転でロード熱が再熱したっていうのと、これはもうシエロが、クリス・キングが作ってたフレームですけど、シエロが廃業しちゃうっていうので逃したくないと思って、これはもうずっと神山に在庫で釣ってあったやつ、もうここまで売れなかったら乗ってもいいでしょって最後のみんなの宝物だったもんな、ロードレーサーを買わしてもらって、これも今でも家の中に入ってます。次がニュートリノですね。ニュートリノ。じゃあその時一緒にあれか、結構もうちょい早い段階かと思って。そうなんですよ。この時に一緒に OMM もトミさんと言ってますね。これも価値観ぶっ壊し系の自転車でした。確かに。元というか同じようなタイミングでやっぱファルコナーの小径車が上がって、20インチかっこいい、小径車ってかっこいいんじゃないって思わせてくれたのが、そのファルコナーとかこのベロオレンジのニュートリノで、これはもう衝動的に買いました。なんか自分の未知の領域すぎて、いつの間にか乗り始めてた。しかもプロトタイプだったもんね。そうなんですよ。サンプルみたいなのが届いてた時に、言ってしまえば小径車って全く興味なかったので、俺も全く興味なかった。そんな俺が惹かれているこれに乗ってみたいみたいな、太いタイヤでカゴもつけられんじゃんみたいになった時に、
俺ちょっと面白そうだな、組んでみたいっていう、そうですね、この辺から僕の組んでみたい欲で自転車を買う癖が発動したかもしれないですやばい、でこのシエロ2台に関しては、結構もう本当突発的に買ってるんです。なるほどね。このシエロはブラインデューロが日本で初めて行われた時に新潟に行って、でその帰り道で寄った取引先さんの自転車屋さんに、MTB フレームがあって、運命だ、やべえ、これ一回下ろしてもらっていいですかって言ったら、サークルズのスタッフさん、もちろん仲いい人たちがこうズズズズって寄ってきて「買うの?」って言われて「買います」ってなったシェル MTB ですね。でこれもずっとシングルで乗ってて、今後にまた来る自転車のためにパーツ乗せ替えちゃって今フレームで釣ったんですけど、シェルのマウンテンをゲットして、この辺から谷さんと毎週のように輪行して山に行く谷さん修行期が始まって今でも谷さんはあれですよね、月齢マウンテン、それの創世期を一緒に、そんぐらいか、4年前ぐらいか、それが24歳の時なんで、もうあの時まだ24歳だったんだ。谷さんと練馬まで自走してそこから輪行して山に毎週行ってた時期ですね。でやっぱこの2台が大きくて、シエロすごいな、でハンドメイド、ギークハウス流店もあって、こっから僕のハンドメイド期が始まって、で24歳でそれは結構やばいってねそうですね、初めて自分で今までは、シエロもストックのハンドメイドで、ギークハウスもお下がりで、龍天さんも一応ストックのサイズ展開がある自転車だったので、自分でオーダーちゃんとしたいなって思った時に、じゃあ誰に頼もうと思って、これ唯一ローバイシクルの、アンドリュー・ローっていう、今ちょっと休憩しちゃってますけど、ビルダーさんに過去にサンフランシスコへ遊びに行った時に、唯一会ったことがあって、でそれもこうやって工房を覗いてたら、30分後だったら案内してあげるよって言われて、激ヤバ、工房を案内してもらって、初めて頼むんだったら絶対ローだなってもうその時から決めてて、でただやっぱローって言ったらトラックバイクだと思うんですけど、この時このタイミングがやっぱちょっとトラックじゃないな、でこのギークハウスでこのブラインデューロに初めて行った時に、僕も同じようにリムブレーキちょっとやべえかもちょっと限界ある臭いってなって、ちゃんと一発まだここまで一回もうワードとしてはここで死ぬほど聞いたグラベルバイクってやつをちゃんと所有してみようと思って、ディスクブレーキで 650B、僕身長も低いから 650B のグラベルバイクオーダーしようで、ここでローが来ますね。そうか、8ヶ月ぐらいだったかなその時。じゃあ自転車師としてはここの凝縮度が半端ない。ここでグラベルバイクがものすごい勢いでね、企画がそうなんですよ、決まっていって、本当にこのライトニングが出る出ないぐらいで、スルーアクスルディスクブレーキでドロップハンドルのバイクみたいなのが出始めた時から多分爆発的にね、フラッグマウントみたいなっていうのが、フラッグマウント何みたいになってたんです。そうです。形違うって思いましたね。そこで急激にグラベルバイクっていうムーブメントが立ち上がって、でもうこの時には多分割と取り残されてるというか、全然もう世にグラベルバイクっていう言葉がもうすっかり浸透してて、まだ持ってないのみたいな感じと言ってもいいぐらいで、僕が25歳の時なので、3年前2020年21年、19年あたりですかね、もうそこでやっとグラベルバイクを手に入れて、でめっちゃわがままなのが、ちゃんとしたグラベルバイクを手に入れると、これでいいじゃんってなっちゃうんですよそうなってくるとこのローテクに今度は一回戻る。で散々ここまでいろんな自転車乗せてもらってきて、結局こいつなんじゃないかみたいな、多分昔のクロスチェックの動画でも同じような話してるんですけど、最初の1台だけどここまでいろんな自転車乗って理解深めていくと、こいつやばいじゃんって
でクロスチェックもう一回なんか俺だったらどうかっこよく組めるかなみたいな、クロスチェックかっこよく組めるやつかっこよくね、と思って確かにねクロスチェックを、これも実は買ったんじゃなくて仲のいいお客さんがクロスチェックから違う自転車に乗せ替えてフレームも使わないから捨てちゃうのもったいないからスタッフで乗る人いたら乗っていいよみたいな言ってくれたやつで、じゃあぜひいいですかって言って乗せてもらって、やっぱクロスチェックやばいっすね。ライダーとしてもメカニックとしてもかなり熟した時期の一発目大喜利したいもんな。その大喜利したい、食らわせたかったです。やっぱこれが俺がクロスチェック組むんだったらこうだよみたいなのをやっぱやりたくて、この今まで乗ってきたリーベンデルとかハンドメイドマッシュとか全部ひっくるめてクロスチェック組みました。でこれ次の一台につながるんですけど、ここで一回僕はアルゼンチンを挟みますね、アルゼンチンはそうですね、いろんな理由があって1年行ったんですけど、そのうちの1個がやっぱこのバイクをせっかくローを手に入れたのに、俺全然自転車乗ってないなと思って、なんかせっかく思い入れがあるビルダーに自分のバイクを出したのに、全然乗ってなくない、めっちゃ恥ずかしいと思って、俺この自転車めっちゃ乗りたいって思って、アルゼンチンにはローを持ってったんですけど、そういうことだったのね。はい、そのアルゼンチンの計画って実はこのオーダーした直後ぐらいからやんわり始まってて、ああそうだったんだ。その構想みたいな。なんでローは前後ダイナモで組んで 650B にして、ウルフトゥースの変なパーツ使って荷物つけられるようにしようとか、いろいろそれはもう完成の前から考えて、それを叶えたっていうのが27歳6歳7歳なんで、ここで一回僕は日本を離れてますね、クロスチェックを買って、そうか、ブルーラグを退社してローでアルゼンチンに行って、でこいつにマスターピースにつながるんですけど。なるほどね。なんかここら辺までめっちゃ前の気するけど、こっから超最近の気すんだよね。時間の流れって不思議ですよ。時間の流れってやばい、そうか。で来ました。僕がアルゼンチンにいる時ですよ。 CMWC があったじゃないですか、めっちゃ生きてって俺アルゼンチンでこうインスタ見てたらそれの投稿にハンターのトラックが1台映ってて、何これやばいって思う。俺最初サークルズさんのスタッフの私物だと思ったんですよ、で俺がそれをインスタでリポストしたら、上山店の松尾一秀大輝が「それストックだよ」ってコメントしてきて「えマジで?」ってなって「えこれ買えんの?」ってなって「買えるよ」って言って、もうすぐ帰るって俺すぐ日本帰るわって言って日本帰ってきて上山店行って「谷さん俺あのハンター欲しいんですけど」って言ったらサークルさん遊びに行ったらみたいな、多分喜んでくれると思うよって言ってくれて、分かりましたっつって、本当帰国の1週間後に俺名古屋に行って、そうだよね、だって超速攻であれしてた、貸してくださいって言ってちゃんと乗るんで貸してくださいって言って、もう本当まあ分かると思うんですけど夢の自転車。いや本当にそうだよね、俺はまさかと思ったもんね、こんな言い方するのも嫌なんですけど、ハンターのトラックファーストオーナーで乗れると思ってなかったんで、確かに、これはやばい、しかもサイズもドンピシャだと思って、これを逃すわけにはいかないって言って、正直俺親父に40万借りました帰国して自転車があったんで、しょうもねえわっていい大人が、そうもう27歳にして俺親に金借りて自転車買うと思うまあでもね、そのぐらい心動くもんな。そうなんですよ。これはもうなんだろう、沸点で言ったら唯一スコットに届くぐらい高いかもしれないです。やばいね。瞬間の沸点で言ったらこれも絶対何があっても誰にも譲らないですわかるわ俺も絶対に譲らないし、めちゃくちゃいろんな人に狙われてんだもん知ってんだ、だからトラックバイクって特殊ですよね。トラックバイクは特殊です。本当に特別な乗り物。やっぱ自転車の自分の好みとか、
考とかを度外視して買っちゃう、欲しい、乗りたいっていう。でやっぱこのハンターっていうのもやっぱここまで戻って、やっぱマッシュの初期の方に、でっけえチャリなんだとかに全部つながってたりとか、あとやっぱもうハンドメイドとして僕はリックハンターは0を1にする天才だと思ってるので、なんかそれこそリベンデルとか、ギークハウスとかにもつながるっちゃつながるんですけど、なんかそういう自分で何かを生み出したり工夫してお金をかけずに自転車をちょっと良くするとか、なんかそういう思考を教えてもらったのがやっぱりリックハンターとグラントさんっていう。リックハンターそうだよね。オリーグリップの使い方とかもいやもうわーって思うんですよ。なんかいちいちなんでこんなの思いつくんだろうなとか、そうってなるよな。やっぱり共通してるのが高級なものをあんま好まないっていう、なんかやっぱ道具として使い切れる範疇のものを使い倒すことに、美しさがあったりするっていう価値観を僕が今持ってるのは、リベンデルだったりハンターだったりサーリーとか、やっぱきちんと自転車を道具として使うっていうのはそれがかっこいい。そうですね、大切なことです。価値観をくれた人たち、でここからまた盛り上がってますね。ブルーラグに戻りまして、ウェルカムバックで、まずはリベンデルですかね。ジョーアパからクレムに乗せ替えました。これは正直そうですね、ずっとクレムは欲しくて、ただジョーがあるからいいやって思ってたところを、なんだろう、自分の将来のこととかリベンデル、そうですね、なんて言ったらいいんだろう、もう新たになんか別の自転車でリベンデルの理解を深めたいなとか、やっぱヒリーバイクっていうスタイルって特殊というか、どういうこっちゃって感じなので、ヒリーバイクっちゃ最初やっぱ彼らも最初はママチャリって言ってたんですよね、クレムのこと。でもヒリーバイクって言葉が出て始めて、ステップする、ジャングルステップする、それで男が、男が女がっていう言い方はあんましたくないですけど、女性的なイメージがやっぱりあった、ミキストタイプだったり、スタッカードタイプみたいな自転車を男性が乗ってもかっこいいんだよね、スカートのための形じゃないんだっていう価値観をくれたものを、ちょっと乗ってみたいなって思って、ジョーアパをタクマに譲って僕はクレムにちょっと乗り始めたっていうのと、エバージョンですね。ここでもう一回クラストを手に入れるんですけど、これはこことつながってて、クロスチェックと。なるほど。あ、例えばそうだよね。でやっぱ組むの楽しいですね、どの自転車も。やっぱ組む過程が楽しい自転車が僕はすごい好きなので、そういうブランド的にもクロスチェックに敬意があるブランドですし、やっぱすごい似てるなって思うんですよ。クロスチェックとエバージョンって実はめちゃくちゃ似てて、フレーム側に組み方試されてるみたいな、そうだね、っていうのがあって、今俺は改めてエバージョンに乗ろうって思ったっていうのと、やっぱりビーチクラブですね。ビーチクラブね。これは LA に行かせてもらったっていうのもあるんですけど、去年日本に戻ってきて27歳で戻ってきて、28歳今年迎えて、そうですね、改めてこのローを踏まえて、彼らが作るアルミのグラベルバイク、どんなものなんだろうっていうの気になりましたし、やっぱ全然違くて、ローのグラベルって650B で組んだからっていうのもあると思うんですけど、アルミっぽくないなって思ったんですよ。すごい乗り心地が良くて、なるほどね、レーサーじゃないなこの自転車って思って、それがすごいアルゼンチンに行ったりとか旅にする自転車としては僕はすごい気に入ってるんですけど、逆にビーチクラブはもうパキンパキンなんですよ。そうなんだ。めっちゃ速いっていう、これグラベルレーサーだな。やっぱなかなか出会う車種じゃないから、メカニック長くやっててもそこ乗り比べることができないから確かにこれめちゃめちゃ勉強になる。乗り比べられたのはすごいラッキーというか、それこそさっきというかトミーさんがクロスチェックとモンスタークロス、同じような自転車で全然違うっていうのの、多分もっと狭いゾーンで、なるほどね、同じ自転車なのにアルミのグラベルバイク、カーボンフォーク 700C、650B、違いはあれど
あ、こんな違うんだ。なるほど。ビーチクラブめっちゃ速いんですよ。やっぱこれは 700C で組みたいなと思うし、逆にこのローとかだったらやっぱり僕は荷物をある程度ラックレスで積みたかったので、重心低くしてとかエアボリュームある方が僕は乗り心地がいいなと思いますし、やっぱりこんなにも違うんだっていう、その乗り比べはすごい勉強になりましたね。でもうビーチクラブは 700C のグラベルバイク。なるほど。グラベルレーサー。でも同じカリフォルニアでもその地域が違うからっていうのもあるかもしれないね。あるかもしれないですね。彼らが遊んでるそのフィールドが全然、どっちかというとサンフランシスコって街にも坂が多いから、その山がいっぱいあってね、もっとこう確かに激しいところだけど LA だからもう少しこうねスピーディーにも走れる場所があったりとかっていうフィールドの違いが結構バイクにも反映されてる、確か本当にその通りかもしれないです、なんか野菜が産地で味変わるみたいな、マジでそんな感じだね、きっとかもしれないですね。で、直近で言うと、空手モンキーですね。空手モンキーまだちゃんと見てないわ。そういえばこれがいいですね。なんで急に空手モンキーになったのここでやっぱりなんですかね、僕結構メカニックって、ダンカンさんってグラベルバイクめっちゃ持ってるじゃないですか。めっちゃ持ってるね。で僕は割とこの年代ちょっと競輪とかめっちゃ買った時期ありますけど、1車種1台持ちたいんですよ。ロードバイク、シクロクロス、グラベル、トラック、マウンテンみたいなってなった時にシエロの MTB もすごい気に入ってるんですけど、やっぱシングルスピードって1人で乗りに行く時はいいんですけど、みんなで乗りに行く時に結構しんどいんですよ。形としてはもう無敵にかっこいいんですけど、でシエロの MTB ってこれ多分2010年代のフレームで、めちゃくちゃクロスカントリーなんですよ。なるほど、ちょっと確かに空手モンキーと全然同じマウンテンでも全然違う、全く違うからね。その時はやっぱ僕ジャージでクロスカントリーのバイク乗るのがかっこいいって、今でも好きなんですけど、今はもうこういう感じで本当リッキーズにバンズでマウンテンバイク乗りたいんですよ。いいですね。っていうのにやっぱ味が違うマウンテンバイクが欲しくなってしまって、でそうなった時に空手モンキーって改めてこう見てるとめっちゃいいっぽいな。めっちゃいいよね。見た目がかっこいい。ジオメトリがクソかっこいい。でちゃんとマウンテンバイクなのに、かっこツーリングバイクでもある。確かに。でそのトミーさんが言ったようなマウンテンバイクだったら乗らなくなっちゃうのも、こいつはそうはならない。そうですね。なんで今僕がやりたいのは空手モンキーにサスペンションをつけ、フロントのサスペンションをつけて、でリアラックをつけて、でバイクパッキングしたいなって思う。いいですね。それが今僕が描いているバイクパッキングの一番調子いいスタイル。なるほど。っていうのを 650B バイクパッキングはもう嫌ってことやったんで。なるほどね。今度はこっちでマウンテンバイクパッキングをちょっと挑戦してみたいなっていう、この将来の希望がありつつ、最後は空手モンキーでした。なるほどね。ちなみにこれタイヤサイズ何で組んでるの？これ今リムをそれこそシエロで使ってたやつを移植したせいで太いタイヤがあんま履けなくて 2.4 とかなんですけど、そのせいで BB ハイトめっちゃ低くなっちゃって、なるほど、ホイールを組み直したい。でもやっぱ 3.0、2.8 とかは入れたいです、それがちょっと使えなかったんで、それが課題ですね。ただやっぱ1年に4台も買ってるとちょっとそこまでいけないです。してるよな。自転車に全振りしちゃったせいで、俺さっきマジで気づいたんですけど、今日の服装を自分で買ったら靴だけでした。他全部もらい物だった。やばいぜ。自転車に人生全振りすると、それ以外のものはもらい物で生きていくことになるので皆さん気をつけてください。気をつけてください。でもやっぱりスコットから始まって、そうか、マッシュにね、ビゴレリからマッシュに出会い、ジョーワパでリベンデルに出会いハンドメイドを経て、今はクラストとサーリーがめっちゃ気になります。すごいよな。なんか全然入り違うけど
割とっていうか結構向いてる方向は我々同じで、新入閣が違くて、新入閣が全然違うけど見てる方向が全く同じだけどいまだにちょっと趣味思考が違くて、結構そのね一言に自転車、その中でもマウンテンバイク、ロード、トラックバイクとかって言ってもめちゃめちゃ細分化されてるからね。僕はもう最初からジャージかっこいいだったんで、それこそビゴレリ買った時とかはもう一人でジャージ着て固定ギアでサイクリングとか出ましたね。それが俺はやっぱかっこいいと思ってたし、絶対にこの時点じゃ友達にならない。ならないと思いますね。なんかピスト乗ってるけどあいつジャージ着てるわって思われてたと思います。絶対そうだったと思うけどね。おもろいなチャリって。面白い。もう僕はずっとジャージも好きだし、なんだかんだやっぱコンペティティブというか、競技的なものから離れられないし、でそれこそ空手モンキー組んだから、今年久々に今年か大滝出てみようかやばいね思いますし、バイクパッキングももっとしたいし、やっぱり持ってる自転車全部きちんと乗りたいなと思うんで、それでいうと結構手放しちゃったり後輩に譲ったりしたのもいっぱい自転車があって、それでいうとトミーさん結構歴代のバイクほぼ持ってるのがマジですごいと思う。めちゃめちゃ持ってる。もう多分20代ぐらいずっと今持ち続けてるから、いい話が聞けましたわ。いやいや、これでありがとうございます。まだまだ人生続きますんでね。ね、そうなんですよね。またこれ例えば2人で全く同じことを5年後にやっても面白いですよ。確かに。前回ここまででしたけど、こっから先どうなりましたっつって、俺もこの辺に次買うやつ控えてる。次は全く考えてないわ。俺もう確実に次考えてない。これ買おうっていうの決まってるんです。そうなんだ。俺初めてブラックマウンテン買おうかな。おお、いいね。ブラックマウンテンいいっすよ。僕はもうリベンデルかな。こんな感じでこの辺にしときましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。